2021年10月16日から31日までのヤギ座さんのリーディングを行います。今回のリーディングはこちらの5つのカードデッキを通しましてメッセージを受け取ってまいります。それではシャッフルいたします。10月16日から31日までのヤギ座さんのリーディングを行います。まずこちらにロードクロサイトのあなたの価値を思い出すというカードが2回連続で出てきております。そしてマニプラ、ソーラープレクサスチャクラのカードとソードのエース、自分の価値を思い出して、前回違うカードで出てましたけれども、自分の本質とつながることによって、新しいスタートを切る。この1ヶ月ぐらいかけて、自分の本質と真摯に向き合って、そして今の自分が何をするべきなのか、どうやって自分を生かすべきなのか、どうしたらより良い人生を送ることができるのか、という答えを見つけて、そして新しいスタートを切る。とても地に足がついている状態ですので、ここ数ヶ月かけて準備してきた方もいると思うんですが、この時、船出する時が来る。それで、この始まりというのは、終わりを伴うものでもある。こちらにソードの10が出ておりまして、今回ソードが8と10とエースが出てるんですね。ですので、早い展開で進むというのと、あと音を立てて変わるという感じなんですね。なんとなく切り替わるんじゃなくって、この終わって始まるというのが、恋愛で言うと破局する、新しい出会いがある。お仕事で言うと、失業する、新しいお仕事と出会う。というように、なんとなく切り替わるのではなく、はっきりと切り替わる。先ほど、ここ数ヶ月かけて準備してきた人がいるんじゃないかって申し上げましたが、お仕事の場合ですと、この終わりを予感していたとか、この始まりを予感していた。それで今のあなたが取り組むべき、今のあなたの才能を生かすべきお仕事を模索し続けていって、そしてこの時終わりと始まりを迎える。とても今のあなたを生かせていて、そしてこの自己価値が高まっていく感じなので、とても良い選択をされていると思います。それで、この終わっていくことっていうのも、それは人間関係であっても、お仕事であっても、この時手放すものっていうのは、あなたのためにとてもいいんですね。特に健康のためにとても良いと思います。これだけ1ヶ月かけてあなたの価値を思い出すと言われていますので、あなたの価値を否定するような環境にいたんじゃないかなっていうふうにも受け取れますし、そこにずっと居続けると、おそらくもうすでに健康に現れていた方もいるかもしれないんですけれども、心や体に症状として現れてきてしまうと思うので、この時がそこから脱するタイミング。自虐的に自分の才能や
自分の可能性を閉じ込めて、倒れるまで働き続けるっていうような環境から自分を解放して、自分を活かせる自己価値が高まっていく世界に船出していく。それで、この変化の代償が、今までの働きすぎなどの過労にプラスアルファされて、結構体がしんどい方がいるんじゃないかなって思うんですが、このステージが切り替わった途端に、別人のように健康になっていくと思うんですけれども、前回も申し上げましたが、体が辛い時、このソードの銃では、ソードが10本も刺さっているのに、スマホを見てますけれども、休む時は休むっていうのをぜひ徹底してください。この期間というか、10月は特に、このスタートを切るためにも、休む時は休む。あと、最近睡眠不足の方や、眠りが浅い方は、このスマホがとても気になるので、スマホを枕元に置かずに、少し離れたところに充電するなどして遠ざけてみてください。そしてこちらに豚さんのカードが出てるんですけれども、この時はこのステージが音を立てて切り替わる時ですので、すごい早い展開では進むと思うんですけれども、誰にとってもストレスがかかること、そしてこの時期食欲の秋ですので、食べ過ぎに注意してくださいって言われています。食欲があるっていうことはとても良いことなんですけれども、潔く手放してスタートダッシュを切るためにも、身軽でいた方がいいかなと思うので、ストレスによる食べ過ぎには注意してください。そして、オールダーウーマンのカードも出てるんですが、このあなたにとってとても良いステージの切り替わりの時に、この強欲な豚さんと一緒に出ているということで、あなたにいらぬ忠告をしてくる人に注意してくださいって言われていると思います。例えば、こっちのお仕事の方がお金になるのに、どうしてあなたはそっちに行くのっていうような人だったりとか、この人の方がお金持ちなのに、お金を稼ぐのに、どうしてあなたはその人を選ぶのっていうような、あなたの輝かしい未来を邪魔するような人、そういう人の存在も、あなたが新しいステージに進むにあたっての通過儀礼のような存在ではあるんですけれども、どれだけあなたが自分自身とつながれているのか、自分の判断を疑わずに、自分自身の人生のために終わりと始まりの判断をして、次に進めるのか、ここ数ヶ月かけてあなたが積み上げてきたもの、準備してきたこと、考えに考え抜いたこと、その結果としてこの終わりと始まりがある。ですので、どんなに周りの人にいろいろと言われても迷いはないと思うんですけれども、このソードのエースには、私は嵐を恐れない。どうやって船を進めるのかを学んでいるのだからという意味の言葉が書かれてるんですが、この言葉の通り、この時始まる関係、始めていくことっていうのが全く初めてのことであっても、迷いなく恐れることなく前に進むことができる、とても重要な時ですので、体調にはくれぐれも気をつけていただきながら、迷わずに恐れずに、あなたの自己価値が高まる方向に、あなたの本質が望む方向に迷わず進んでいただきたいなと思いました。それでは10月16日から31日までのヤギ座さんのリーディング以上でございます。ご視聴いただきましてありがとうございました。